第6位大山天。はい。天に今まで素晴らしいねと言ってきたところがそのまま増幅されたようなパフォーマンスでした。順位が落ちたとも捉えられるかもしれないですけど、安定してずっと成長を続けているというふうに感じています。クリエイティブ審査という面において考えた場合、そろそろ少し自分のスタイルが被っているところが気になってくるようになりました。それはラッパーとして表に立つ準備ができているからだと思います。次の審査では天は割と明確な課題が来ると思います。大変だとは思うんですけど、ぜひ頑張ってほしいところです。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございました。正直僕は作詞とかするのは初めてで、ですごい今回のクリエイティブ審査一番なんじゃないかっていうぐらい緊張してて、自分にできるのかなっていうふうに思ってたんですけど、今回 A チームでそうたくんとかレオくんとかマナトとか直樹くんとかいてくれたおかげで、自分がやりたい振り付けとかやりたい歌詞とかフローとかもできたので、すごい楽しかったし、でも落ちてしまったけどまだまだ僕は上に上がれると思うので、この先も課題があると思うので、誰よりも努力して1位を目指して頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。クリエイティブ審査第7位黒田龍平。低すぎる気も高すぎる気もする順位になったと思います。正直本当にチーム B のみんなは何位にするかとても迷ったんだけど、その中でやはり龍平のメロディーのセンスと歌詞のセンス、純粋なクリエイティブの能力だけで順位をさらに上の順位を上げても違和感がないくらい、よくこの状況で君のためから僕のために歌うメロディーと僕のために歌うこのメロディーという言葉をよくここで出してきたなという衝撃。ただ実際に君や君たちが歌う時に圧倒的にしっくりくるのはそっちのラインだったし、浅く深い友という表現、ライバルや仲間という言葉に逃げないで浅く深い友という言葉を自分で作ったこと、実はチームに対する貢献としてもグッデイで区切ることでボーカルがすごく回しやすい構成になってたと思います。他のチームがやっぱりどう切ってもサビは1人もしくは2人で歌うことしかできなかったものに対して、すごく見ていても分かりやすく4人に振りを割れたりとか、その中でもその4回の繰り返しにしないでクリエイティビティを3連符を使ってリズムで表したり、高いところを使ったり低いところを使ったり、上下左右を一番使っていたというセンスは正直脱帽しました。今回のプリプロの3日目でラインを作ってきた時にやはり軽い衝撃を受けましたし、正直段階ではクリエイティブ審査の1位は龍平以外が取ることは今回はないだろうと思っていました。それが7位まで落としてしまっているということは原因は何だったか自分が一番分かっているとは思いますが、明日改めて話します。はい。何はともあれお疲れ様でした。ありがとうございました。日高さんに褒めてもらう中で結構アーティシズムっていう言葉を耳にするんですけど、自分の中でアーティシズムって何だろうって考えてて、
やっぱそれをどう曲に生かすかっていうのがすごく悩んで、やっぱ今回の審査では自分の力を十分に発揮できないアーティシズムを生かせなかったとは思うんですけど、やっぱ次回からの審査は今回できなかったところ、原因とかは何だったのかっていうのをきちんと自分で考えて直して、次回の2回目の審査ではまた1位の座を取り返せるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。ありありがとうございました。がとうございました。8位。川島瑠衣。はい。正直周りは全員何かしらこうライティングをしたことある人が多かったり、最年少っていうのもあったし、クリエイティブ審査大丈夫かなと実は一番心配していたのも瑠衣だったんだけど、それはそれこそ翔太のおかげもあってなのかわからないけれど、すごく楽しそうに、楽曲を作っていくところを見て衝撃を受けました。本当に音楽が好きなんだなというのを感じたし、実際にあなたが作ったアウトフックというかサビの後のみんなで歌うパートのところのメロディーはすごく印象的だったし、あそこをこう歌いながら後片付けをしているスタッフを僕は後見かけました。楽曲にとって素晴らしいクリエイティビティを残したと思ってます。パフォーマンスしている間もずっと集中が切れずに表情が楽曲を象徴していたのもとてもクリエイティブだったと思います。素敵なパフォーマンスありがとうございました。ありがとうございます。チーム C 最初みんながライティングしてっていうその経験があって、僕も不安で正直、それで翔太君とか大輝とか俊斗君とか全員が、レイちゃんとかも全員が助けてくれて引っ張ってくれたりして、それでこの順位だと思いますし、この順位はみんなで取ったのと違いないし、嬉しいという感情もあるんですけど、本当にチームには感謝してるので、これからも自分が引っ張っていけるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。9位。池亀樹乃。はい。クリエイティブ審査の中で、要所要所で言っていた、他人の 100% 尊重するのと同時に自分の 100% 出し切ることとか、自分の 100% を既存させない、自分の 100% 出し切った上で他人の 100% 尊重するとか、チームのクオリティが上がるために自分ができることが何かというのを模索するということを考えたときに、ジュノンはどこかのタイミングで自分のクオリティをただひたすらに上げることに専念したように思いました。それでも覚えなければいけない、そして苦手である振り付けとかダンスとかは迷惑をかけないように頑張るから、自分のその得意分野である歌に関しては 100% 思うがままやるというようなスタンスを見つけたような気がしたんだけど、大正解だったんだと思います。それはやはりチーム B 自体のパフォーマンスにやはり高い評価が上げられないので、順位はそんなに高くなく感じるかもしれないですけど、合宿審査に入ってから一番伸びてるのは確実にジュノンだと思います。しかも何が伸びてるってとても分かりやすく、歌のうまさ、人間こんな短い時間でここまで行くのかっていうのをちょっと衝撃を受けてます。これあと1週間あったらどうなってしまうんだろうというざわざわしております。次の審査でまた聞かせてもらえるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。楽曲制作したこともなかったり、ダンスもほぼ未経験だったり、歌も、未経験って言えたり、ほとんど経験がない状態でこのクリエイティブ審査っていうのに挑むってなってすごい不安だったんですけど、チームのみんなが経験をいろいろ経験してて、本当に全てに関して助けられて、歌は得意とは自分でも言ってるんですけど、自分の歌で伸びてる部分とか
足りない部分とかまだちゃんと明確に分かってなくて、ボイトレする中で本当にひたすら雄たけびやったりとか、その先生の言ってることを繰り返しやってたっていうのがあって、それが本当にためになってるんだなって今日高さんに言われて実感しました。前回は11位で、本当に今回みんなのパフォーマンス見てすごい自分結構危ないなって正直思ってたんですけど、今回9位っていう順位もらって、また次回順位上げられるように本当に頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。10位門沢玲子。15位に入った時も僕は本当に心からみるみるうちに成長していく、どんどん本当にスポンジみたいにダンスをこう体に入れていくレイちゃんにとても驚かされたんですけど、今回の合宿審査でもっと驚いたのは、こんなに音楽が好きな人なんだというのを猛烈に感じました。レイちゃん、翔太、竜兵、この3人あたりの音楽に対する愛情の深さというのは常人離れしたものをすごく感じます。レイちゃんはライティングとかをそんなしたことがないと言っていたけど、それの一発目で今回の歌のサビフックの部分のラインが出たっていうのは多分本当にシンプルな原因と結果があって、やっぱり人間聞いたことのある音しか出せないので、聴いている音楽の数が多ければ多いほどいろんなアイデアが出てくると思います。わかりやすく言い換えると、音楽のことが好きでしょうがないという時間を過ごせば過ごすほど、音楽側からこっちを好きになってくれることがやっぱりたまにあります。音楽に好かれたサビだったと思うし、一番大事な本番でのブレイクの部分で今までで一番声が伸びたっていうのも音楽からのプレゼントだったと思います。少しロマンチックなことを言ってるように聞こえるかもしれないですけど、それは本当にロジックがあってのことなので、音楽を好きでいること、音楽と距離を近く持つこと、音楽と仲良くなることっていうのは本当に大事なことだと思ってるし、それを証明してくれたのはレイちゃんだったと今回強く思います。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。最初合宿が始まって自分たちで曲を作るって聞いた時に心の中でやっべえって思ったんですけど、もう本当に翔太くんのおかげなんですけど、こう曲を作る時に聞いてもうなんか出すみたいな感じで翔太くんがやってたから、こう同じようにやればいいものができるかなって思ってずっと真似して、それがうまくいってよかったなって思ってます。昨日のパフォーマンスでは G スタジオ行く前の、着替えてる時とかずっと不安で、一人部屋に戻って隅っこで暗いところで一人でいたいとか思ってたんですけど、翔太くんがずっとなんか楽しいこう空気を作ってくれたから、それに集中してずっと4人を見てこう自分に集中しないで周りを見てやったら自分も明るくなったので、本当にみんなチームのおかげなんだなって僕は思ってます。あなたはもうアーティストです。クリエイティブ審査11位古いエラン。はい。細かいことは明日面談で話せたら
もちろん僕も聞かせてもらえたらというふうに、思います。二次審査ぶりに歌で強い存在感を示していたと思うんだけれど、その威力は二次審査の時の比ではなかったです。ダンスにとても自信があると思うんだけど、全く踊れなくて歌一本なんですと言われても、すごい素晴らしいシンガーだねっていうくらい歌での存在感を強烈に証明していたので、例えば次の審査とかでやはり1位にもう一回返り咲いているランが見たいなと思っています。このクリエイティブ審査でもこう思うような自分を最初出せなくて、なんかすごく伸び悩んでて、その過程の中で自分の自信をつけるっていうことがこうすごく難しくなっていたところがあって、でも仲間のみんなとかが本当に大丈夫だっていう風にこう元気づけてくれたりとか、身を任せてくれたりとかしてくれて、こう本当に本番では自分を出すことができて、本当にそこは良かったと思うし、その分クリエイティブという中でもっと自分がこう周りに目を配ったりとか、もっとみんなで作り出せるものっていうのを自分が引き出せたんじゃないかなっていう部分もあって、そこは次の審査でも確実な僕の課題であるし、このオーディションを受けるにあたって一番の僕の壁であると感じたので、次はそこを自分でその壁を壊せてさらに上に行けるように頑張りたいと思います。ありがとうございました。お願いします。ランは今はもう自信みたいなものは揺るがなくありますか？はい。よかったです。クリエイティブ審査12位。良樹、三山良樹。最初にまた前提として改めて言っておくと、ステージに立った時の輝き方をあなたは知ってると思うので、うまくそれが転がった時に本当に1位とか2位とかを狙っていても全くおかしくないポテンシャルとか才能とかを持っていると思います。今回はクリエイティブ審査という内容よりもチームで戦うというところに対してものすごくスタックしてしまったことがあったと思います。一朝一夕で治ることではないと思うので、次の審査、それもひょっとしたら料金にとって厳しいものになるかもしれないです。でももう一個事実として、ダンスも少しずつ可動域が広がってグルーヴを感じ取れるようになってきたり、歌も笑顔の成分とか優しさとか聴いている人にものすごく寄り添う歌が歌えるようになって感動しました。その上であなたが持っている個性とか特徴みたいなものを決して消す必要はないので、自分を出すためにチームがあるのではなくて、自分を出した結果チームが輝いたり、チームのクリエイティブにいいことをしようと思った結果自分の才能や特徴が輝いたり、アーティストと作品はそういう関係値で常にあってほしいと思っています。今回の B チームで最後までみんなで走り抜けられたってことは正直自分でもびっくりしていて、初めてこんなこう人と人がぶつかり合うというか、気持ちが伝わらなくてお互いにすれ違っていくみたいな感情を自分の人生経験の中でも初めてして、それがまず自分の中での一番こう10日間では消化でききれなかったことだったので、 B のチームだったからこそ自分自身も改めて
人のこともお互いに考えれるようにもなったし、何よりも音楽との距離がすごく近くなったっていうのは自分の中ですごく実感していて、なんか苦しさから生まれた喜びみたいなものを感じました。個人の順位としてはすごい悔しい順位にはなりましたけど、次の審査で絶対挽回します。ありがとうございました。ありがとうございます。すごく良くなっているということは事実で、今話してくれたことに嘘がないなと感じているのも事実です。ただ同時に後がない順位なのも事実です。次の審査、本当に頑張ってください。自分のためがチームのためになって、チームのためが自分のためになるような関係をどうかチームに作ってください。頑張ってください。楽しみにしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。また1週間続くので、体にはどうか気をつけて頑張りましょう。はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。言ってください。はい。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。改めて、まずは応募してくれて、参加してくれて、そして、どのチームも素晴らしいパフォーマンスを見せてくれて、心から感謝しているし、尊敬しています。ありがとうございました。ありがとうございました。大輝と俊介や直樹とは少し残った課題が違ったかもしれません。ひょっとしたら一番、直樹を難しい立ち位置にしたのは実は初日のプリプロダクションだったかもしれません。ライティング経験がある人をどのチームにも均等になるように振り分けていたんだけれど、実際に出来上がった曲でメロディーや振り付けの部分でクリエイトした部分というのはやはり示せなかったのかなというふうに思ってます。その中でそれでもどうしても目が離せないというくらいのエゴイズムがもしそこで発揮できていたら、エゴイズムっていうのは決してチームの中でもう少しチームの中でもう少し俺を目立たせてくれという方向のエゴイズムよりは、誰も何も言っていないのにステージ上で俺を見ろという声にならない感情がものすごい響いてくるような人、そういったことを言うと思うんだけれども、そのどちらかがもう少しあれば全く違った結果にはなっていたと思います。それくらいそもそものクオリティ、歌やダンスをした時のあなたの圧倒的な安定感というのはこの15人の中でも相当上位にいたと思います。もう少し見せていただきたい気持ちはとても強かったし、正直言ってチーム A だけでパフォーマンスするのももっと見ていたいくらいでした。でもどうしても最後にメンバーを決めるにあたってここからは少しずつ絞っていかなくてはいけなくて、その時クリエイティブ審査でしっかりと存在感を示せなかったというのが今回の結果だと思います。ただこの10日間、いやその前からずっと本当にお会いできて一緒にものが作れて自分はとても幸せだと心から感じています。ありがとうございました。ありがとうございました。そして俊介も実は状況としては直樹と似ているかもしれません。メロディーやコレオグラフ、何かしらのクリエイティブでチームの中に存在感を示せなかったこと、そうなった時に例えば頭のアカペラとかで存在感を証明しようとする行為は気持ちはとてもわかります。しかし楽曲にとって
なぜあそこでアカペラが存在するのか。例えば隣にそのメロディーと歌詞を作った人がいるのに、自分がそこであえてアカペラを歌うことが楽曲にどういったメッセージをもたらすのか、見ている人に何を伝えたいのか、そういったクリエイティブの根幹と冒頭のアカペラは結びついていなかったと思いました。あなたの歌がうまいことやラップもできるよということをもろもろは今までの審査で知っていたので、その先が見たかったです。今回はその先には届かなかったと思っています。ただあなたが素晴らしいアーティストであるということに何も変わりはないです。一緒にものを作らせてくれて本当にありがとうございました。ありがとうございました。大輝はこれは言わなくてはいけないと思っていたことを昨日パフォーマンスの後に自分で言っていたので、ひょっとしたらもう分かっていることなのかもしれません。ソロではなくてチームでものを作るときにやはり周りが見えてなかった点はあったと思います。あなたはアーティシズムだったりダンスやラップのクオリティだったり、こういうものを作ってみよう、今度はこういうものを作ってみようというクリエイティビティだったり、THEFIRSTが求めているものを相当高いレベルで、兼ね備えているし、しかも成長を止めないので、本当に言葉を失う瞬間が多かったです。いい意味で愕然とするというか、衝撃をたくさん、くれて本当にありがたいと思ってます。ただラッパーとしてやっていくときに、もしくはアーティストとしてやっていくときに、今のあなたこそ広い世界に、広い社会にたくさん触れることが必要だと強く思いました。デビューするということは割と触れ合う人間が固まってくることでもあります。同じスタッフだったり同じメンバーだったり、見えてくる景色も固まってきますし、周囲から自分に向けられる目も固まってきます。少し早いと判断しました。もう少し学校に行く、友達と遊ぶ、なんだったら恋愛をするのもいいと思うし、喧嘩をするのもいいと思います。もう少し日常生活をたくさん膨らませて、いろんな感情の振れ幅を実生活で増やしてほしいです。20歳を超えた時に元天才子役みたいな扱われ方を絶対にしてほしくないし、そうなったら僕も傷ついてしまうので、しっかりと準備をして素晴らしいアーティストとして世の中に出る日が来るのを確信はしているので、また楽曲を作りましょう。ありがとうございました。何はともあれ、本当にあれだけのクオリティの30人、もっと言ったら応募してくれた人数本当に多かったので、そこから合宿の15人にまで、残っているということは、まず本当に日本の中でとても高いポテンシャルや才能を持っているということの証明であるのは間違いないので、それだけは忘れないでください。どういった形か分かりませんけれど、次にお会いできるのを楽しみにしています。ここでお別れすることになってしまって本当に申し訳ないです。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。どんな結果であろうと受け止める覚悟はできてたんで。お疲れ様です。体型おいで。同じ経験を1回してるので、もう悔しいんですけど、ここで得たものはすごくたくさんあると思いますし、いろんな人に触れて、いろんな音楽に触れて、自分の中身というかもっと厚みが出たんじゃないかなと思いますし、書類審査とかで落ちちゃった子とか、それこそ東京とかでやった三次審査の時とかも落ちちゃった人とかたくさんいて、その中で
15人に絞られて今回この3人が落ちてすごい悔しい結果になったんですけど、共同生活をしていく上でなんか大切なこととかが分かった気がしたから、すごいみんなには感謝します。絶対ね悔しい思いもすると思うけど頑張って僕たちの分までアーティストになって、俺もこの合宿で経験したことは今後のアーティストっていうか、自分で頑張っていきたいなと思ってるから、本当に B チームでよかったなって思うから、もう最後は笑って送ってほしいからね。ありがとうね、頑張ってください。お疲れ。頑張ってください。頑張るよ。絶対頑張る。同じ部屋だったって誇りに思ってもらう。はい、本当に最後まで残ってほしい2人で。頑張る。あ、お疲れ。やっぱりチームおめでとう。お疲れ。お疲れです。本当にありがとうございました。やめてくれ。この5人できてよかった。いや、俺もよかった。本当になんかね、吸収するものがあったしね、自分の課題も結構見つかったしね、本当によかった。お疲れ。頑張って。頑張れ頑張れ。大輝。お疲れ様。絶対一緒の音楽やろ。唯一無二だから。絶対どっから会えるから。音楽やったら続けてな、絶対。お前ね、二次審査隣でよかったよ。お前すごかったよ。誰よりもすごかったよ。歌詞をずっとこれから先も刻んでてね。まだ一緒にさ、歌のレッスン受けたかったよ。俺もだよ。ちょっと写真撮りたい。じゃあザ・ファーストで行こう。ザ・ファーストで。はい。お願いします。一かザ・ファースト。ありがとうございました。ありがとうございました。でも本当にこの機会があって本当に良かったです。僕の人生に本当に大きなものになったと思います。たくさんいろんなものを僕ももらいました。ありがとうございます。ありがとうございました。いろんな貴重な経験をさせていただいたので、今後の音楽人生に費やしたいと思います。ありがとう、楽しみにしてます。ありがとうございました。ありがとう。ありがとうございました。次に会えるって楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございました。頑張って頑張って。もし彼らに対して
絶対に世界中どこを探してもこんなグループいないなっていう日本のトップだったりアジアの頂点だったり世界への挑戦権だったりそういったものを本気で取れるボーイズグループを作りたいと思います。はい、別れてしまった後彼らに対して君たちができることはただ一つで、こんなすごいグループを輩出した彼らがここまで残ってたんだって言わせてあげることしかないので、素晴らしいオーディションにしましょう。素晴らしいグループを作りましょう。よろしくお願いします。残った12人の君たちに対して理事的にプロのアーティストとして活動してもらいたいなと。焦らず、一歩一歩、疑似プロ審査始めます。最初のチーム入ってきてください。草